はい、こんにちは。このようなアクリル板を DIY やハンドメイドで皆さん使うこともあるかと思うんですけど、以前の動画でこのようなアクリルカッターを使ってアクリル板をカットする基本的なやり方について解説をしていったんですけど、アクリルカッターを使ってカットした小口面は多少の段差がついたり、カット面の見た目が良くないことも多いかと思います。なので今回はアクリルカッターを使ってカットした小口面をきれいにしていく方法について解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、このようなアクリル板をアクリルカッターを使ってカットをした時に、アクリル板の厚みが厚ければ厚いほど小口面に段差がついたり、表面に対して直角になれずに小口が斜めになることも多くあります。そしてこちらはもともと両面にホグ編みが張ったアクリル板なんですけど、カットをした際に片面のホグ編みは剥がしましたので、傷がつかないようにマスキングテープを使って再度養生していきました。そしてカットをした時の段差のレベルや斜めになった角度によっても違ってはくるんですけど、小口の段差や表面との角度が大きければ大きいほど粒度が粗いサンドペーパーからスタートして小口の部分全体に研磨をかけていきます。今回こちらのアクリル板は厚さが 5mm で、表面と小口の部分にも多少の角度がついてますので、以前の動画で作成した小口専用のサンドペーパーホルダー、これにまずは180番の布ペーパー、これを装着して段差がなくなりフラットになって表面と直角になるまで研磨をかけていこうかと思います。I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. このような形で小口の部分を180番の布ペーパーで研磨がけをしたので、随分と段差が減って表面と小口の角度もほぼ直角となりました。そしてこのままだったらまだ表面が粗い状態ですので、小口専用のペーパーホルダーを使って240番の耐水ペーパーに切り替えて、小口の部分をさらに研磨をかけて滑らかにしていきます。そして最終的に400番の耐水ペーパーまで小口部分の全体を整えていこうかと思います。Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. このような形で最初の180番でできた小さな小傷もほぼなくなり、フラットな形状となりました。ただね、それでも400番の耐水ペーパーでついた小さな小傷がまだたくさんありますので、さらに目が細かい800番の耐水ペーパー、これを今度はこちらのペーパーホルダーは使わずに小さく切り分けた状態で直接手で研磨がけをして小さな小傷を取り除いていこうかと思います。このように800番の耐水ペーパーで研磨をかけていくと、小さな小傷もなくなって
アクリルカッターを使ってカットしてすぐの状態と比較すると、随分とカット面がフラットになって綺麗な仕上がりとなりました。ただね、当然カット面に研磨をかけていきましたので、研磨をかけた小口面の透明感はなくなってぼやけるような形になりました。そしてこのようにぼやけてしまった小口面、ここに透明感を出したいときは、先ほどよりもさらに粒度が細かい1000番の耐水ペーパー、これを使って力は入れずに優しく軽く研磨をかけていきます。そしてさらに目が細かい2000番の耐水ペーパー、これを使って研磨をかけると、ちょっとね映像では分かりにくいかと思うんですけど、先ほどと比べて随分と透明感が出てきました。そしてこのようなアクリル専用の研磨剤、これを中身がきれいに混ざるように容器をしっかりと振って、ウエスなどを使って研磨剤を少量含ませます。そして小口面を研磨剤で磨いていくと、映像では光の反射でちょっと分かりにくいかとは思うんですけど、透明感があるクリアな形に仕上がりました。このような形で今回は手動のアクリルカッターを使った時のカット面の小口をきれいにするやり方について解説していきました。ぜひね、アクリルカッターを使って小口の処理をやることなく、アクリル板同士を接着しようとした時は接着面がきれいにならなかったり、接着強度が弱くなったりしますので、カット面をきれいに整えて DIY や DIY のジグ作り、ハンドメイドの制作などの参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。